一人で飲みたい夜もある。大げさなものは必要なくて、その町のローカル食堂で気軽に飲めればそれでいい。1000円、つまり約1万ウォン以内の料理をお供に、一人でも楽しめる韓国の酒場を巡っていく。ソウルの1000円酒場。ソウルシンダンドン。今回はここの1000円酒場を巡る。韓国で一人酒をするのは実はあまり簡単じゃない。そもそも韓国はみんなで料理を囲みながら飲む文化。飲み屋の料理は大皿で値段も高くなりやすい。例えば卵焼きもチヂミも1万5000ウォン前後。お酒のお供はだいたい1万5000ウォンから2万ウォンくらいになる。日本の居酒屋みたいに小皿を少しずつ頼む感じとはかなり違う。だから今回はそんなソウルで1000円、つまり約1万ウォン以内の料理で楽しめる一人酒の店を探す。新田駅近くにはソウル中央市場がある。古くから多くの人で賑わってきた昔ながらの市場だ。ここには庶民的価格の食堂や飲み屋が集まっている。1軒目は路地裏の小さな飲み屋。料理は1万ウォンまで。クッパや麺類、酒のあてなどほとんどのメニューが5000ウォン。こんな店なかなかない。普通5000ウォンのお酒も3000ウォン。おじさん密度がものすごい。私以外アジョシ率純度 100%。食堂や飲み屋にあるお酒はだいたいこの3種類。ソジュ、ビール、マッコリ。料理との組み合わせや気分で選ぶ。私は韓国焼酎のジンロにした。なぜならクッパを注文したから。クッパにはソジュ。これで1万ウォンどころか8500ウォンの酒のお供。牛の血の塊ソンジが入ったスープ、生レバー1000枚、エゴマの葉のキムチ、白菜キムチ、そこに寄り添うジンロ。スープの中には白菜やソンジが。酒のお供にはちょうどいい量。しっかりコクのあるスープは辛ラーメン程度に辛く、ジンロによく合う。クッパだけで1万ウォン超えるこのご時世、3500ウォンのクッパってどんな味なのか恐る恐るだったけど、なかなか美味しい。生レバーを塩ごま油で。コリッとした千枚も。5000ウォンでこの量ってどういうことだろう。ソジュをちびちび飲みながらつまみ続けられるのが嬉しい。このスープの中でくたくたに煮えた白菜が美味しい。ご飯を少しずつ投入。味がしっかりした辛いスープとサラサラご飯で。満足感もあるし、ソジュも進む。キムチもいいあて。ヤンニョムにつけて熟成させたエゴマの葉でご飯を巻いて。他にも豆腐キムチやケランチムも5000ウォン。隣のアジョッシは茹で餃子をつまみながらソジュ。ふらりと入ってきて一杯やるのにちょうどいい。
酒のお供のはずが結構本気で食べている。ソジュに合う渋いメニューを少しずつ食べながら、一杯また一杯と進む。このすぐ隣あたりにスンデクッパプの老舗があって、もう今日は閉まってるんですけど、ここのスンデクッパプが3500ウォンで、ソジュも3000ウォンで、3500ウォンなのに豚もつがいっぱい入ってて臭みもなくて美味しいんですけど、撮影は NG で撮れませんでしたが、ここもアジョッシュだらけのすごい1000円酒場です。新丹洞といえば即席トッポッキ鍋の発祥の町。この新丹洞トッポッキタウンにはトッポッキ鍋を始めた元祖店を先頭に、道の両側にずらりとトッポッキ鍋の店が並んでいる。新丹洞に来たからにはトッポッキ鍋で飲みたい。どの店のメニューにも2人前セットからしか書いていないけれど、不思議なことにどの店でも1人前くださいと言えば1万ウォン前後の値段で一人用トッポッキ鍋が出てくる。トッポッキタウンが始まった当初を感じさせるレトロ感。鍋に具材と野菜とヤンニョムが入った状態で出てきて、卓上で煮込んでいく。具材に味が染み込み、スープがトロトロのソースに変わるまで辛抱強く煮込んでいく。その間にビールを開けよう。辛くて熱々の鍋にはビールの爽快さが欲しい。汁にとろみがついて完成。餅は小さめサイズ。市場などで売っている普通のトッポッキと比べると見た目よりも味はマイルド。注文時にインスタント麺かチョルミョンか聞かれるので、今回はチョルミョンにした。もちもち食感にスープがしっかり絡んで主役級に美味しい。この店は味がいいと評判で、自然な甘みと適度な辛さがついつい後を引く。煮込むうちにどんどん濃くなるソースが美味しい。何人かで食べるならスープを足して追加用の具をどんどん煮込んで、インスタント麺やチャーハンで締めるのが醍醐味。謎のほぼ皮だけ揚げ餃子。外側はソースが染みてふやけ、中はまだパリパリ。毎回何なんだこれはと思いながらも結構好きだ。そして最後あたりはもうグダグダのチョルミョンもかなり好き。ソースともちもち感が一体化して口の中が幸せになる。みんなでワイワイも楽しいけど、一人だとこうして具材一つ一つの味を感じられるから面白い。1万ウォンで味の変化やそれぞれの具材を楽しみながら、新丹洞発祥の鍋をお供に飲む。私はこういうことに価値や味わいを感じる。もう一度市場に戻る。この辺りのネオンや路地裏の風景は私にはよだれものの渋さだ。今本当に2026年なんだろうか。ソウル中央市場。この界隈は飲み屋さんが多く、夜でも人でにぎわうので、遅くまで営業している商店も多い。
その中に若い経営者たちが営む現代的な食堂や飲み屋もあり、横道に入ると肉やもつを売る店が延々続いていたり、それゆえ豚もつ炒めの店がやたら多かったり、いろんな個性を併せ持つ掘れば掘るほど面白い市場。この流れだともつ炒めを食べそうだけど今回は食べない。もつ炒めは14,000ウォンするし2人前からだから。次はこの1000円酒場。24時間営業の薄切りサムギョプサルの店。薄切りサムギョプサルを 200g 分食べる。外せないのはこの野菜。冷凍と思えないくらい綺麗な薄切りサムギョプサル。サンチュ、セリ、キムチ、豆もやしとネギ。サムギョプサルには冷え冷えのビールで。戦いの前にまずはグビッと。薄切りサムギョプサルは戦いである。鉄板に乗せる。すぐ焼ける。ひっくり返す。肉の油で野菜も焼きたい。肉が焼けた。何はさておき、塩で一切れ。ネギサラダもイン。カリカリベーコン状態になる前に急げ。第一陣をやっつけたら、ひとまずキムチをセッティング。ゴー。焼けたら次はセリを巻いて、塩をちょいと。じゅわっと香ばしい肉の中にいい具合にしんなりしたセリの香り。次は豆もやし巻いて。この豆もやしシャキシャキ感が残っててヤンニョムの味もいいからこれだけでも山盛り食べられる。焼けた肉を避難させたのでちょっと心を静めてサンチュで巻く。サンチュで巻いたらしのごの言わずに一口でいく。肉は薄くてほぼ野菜なんだけど不思議な調和ができていてすごくおいしい。最終決戦を前に束の間の休息。肉の油を吸って焼けた野菜はもうこれだけでいい酒のお供になる。ここは野菜が新鮮でセリをいくらでも食べられるのが嬉しい。野菜を補充して肉乗せて、一人サムギョプサルは仕事が多すぎて正直お酒をゆっくりたしなむどころじゃないんだけど、これはこれで大変満足です。肉を食べ終えたらあとは落ち着いて仕込んでおいた野菜をつまみにゆっくり飲もう。お疲れ様でした。さて、締めはしっぽりといきたい。韓国で締めといえばやっぱりスープ、クッパだ。ちょうどこの店の何軒か隣にクッパの老舗がある。クッパも1万ウォン超えが当たり前のこの頃だけど、ここも1万ウォン以下で締める。クッパの店はやはり味シリーズが高い。クッパは何種類かあるけれど、9000ウォンのタッコムタン、
鶏スープを注文。タッコムタン、白菜キムチ、発酵唐辛子の漬物、大根キムチ。クッパにはソジュ。スープを一口。濃い鶏の出汁が感じられるけど味はついていないので、塩で自分の味覚にバシッと合わせて、胡椒を振って、ひね鶏の力強いスープ。油はきれいに取ってあるのですっきり。でも鶏のうまみとコクがしっかり出てる。裂いた鶏肉もたくさん入ってる。強い弾力があって噛みしめると味が染み出す。長い間ソジュを飲んでこなかったんだけど、青い瓶のジンロがとても飲みやすいことに今日気づいた。唐辛子の漬物が大好物。自然発酵のきゅうりのピクルスに似た味で、しかも少し辛くて、これだけでご飯いける。そろそろ行こう。濃い鶏だしのサラサラクッパ、締めにちょうどいい。クッパとジンロが交互に流れ込んで胃を温めてくれる。いい気分で駅までの道を歩いていたら、あれは。せっかくクッパできれいに閉めたのに、昔風フライドチキンが1羽5000ウォンの店。チキンの安いチェーン店で、他にも揚げ物系のメニューが全部5000ウォン。待ちきれず一口。サイズは5個小ぶりの揚げたてチキン。生ビールと合わせても9500ウォン。薄い衣でパリッと揚がったチキン。小さくても外はカリッと、中はジューシーだ。生ビール一杯軽くやりたいなという時や、一人でもちめくしたい気分の時、これほどありがたい店はないかも。一人ちめくまでできちゃって、今日は大収穫だ。もちろん1羽2万ウォンする普通のチキンとは大きさも肉の量も全然違う。でも一杯の生ビールのお供としては十分。韓国では難しいと思っていた一人飲み。しかも料理は1万ウォンまでの店。今日はお宝をいっぱい見つけたようないい夜だ。